こんにちは。今回はフリーCADの曲面へ図形を貼り付ける方法5選の後編ということでお話ししてみたいと思います。前編と中編をまだ見ていない方は概要欄にリンクを貼っておきますのでご覧ください。前編ではスケッチオンサーフェスとカーブオンサーフェス。中編ではプロジェクションオンサーフェスとマップオンフェイスを紹介しました。これらの機能を使ってみた人の中にはなんか動作が不安定だなと感じた方もいると思います。この後編ではなぜ不安定なのかという裏側の仕組みをざっくり解説します。フリーCADの内部構造に興味がある人向けの内容なのでそういう方はご覧ください。では始めましょう。まず4つの機能でよく起きる問題をざっと挙げてみます。スケッチオンサーフェス。曲面に直接スケッチを描けますが高速、寸法や位置の固定がすぐに崩れやすい。カーブオンサーフェス。曲面にカーブを投影できますが形状が変わると極端に壊れやすい。プロジェクションオンサーフェス。投影自体は簡単ですが複雑な形状だと結果がバラバラの断片になってしまう。マップオンフェイス。将来的に有望な機能ですが今はバグが多くて安定しない。これらのなぜ不安定なのかなぜ壊れるのかがわからないと対処しにくいと思います。ではちょっと内部構造を見てみましょう。スケッチャークラスを見てみましょう。公式のスケッチャークラス図をお見せするとこうなります。はい、複雑すぎですね。なので正確ではありませんが思いっきり単純化したイメージ図を表示します。クラス図ではなく利用関係のイメージ図ですので誤解のないようお願いします。さてフリーCADのスケッチには大きく2つのタイプがあります。1、普通の平面へのスケッチ、スケッチオブジェクト。スケッチャーはワークベンチで作るもので平らな平面で安定して使えます。2、曲面専用スケッチ、スケッチオブジェクト SF。スケッチオンサーフェスなどで内部的に使われるもので曲面に合わせてスケッチを配置する特殊な方法です。簡単に言いますと普通の平面スケッチは安定した座標系で動きますが曲面専用スケッチは曲面に合わせて座標を調整します。その影響でいろいろな問題が出やすくなってしまいます。これが不安定さの大きな原因です。では曲面スケッチを使っているスケッチオンサーフェスと平面スケッチを使っているマップオンフェイスで比較してみましょう。例えば 2mm の四角形を円柱側面に描きたいとします。普通のスケッチは平らな紙の上で定規で 2mm を厳密に測って作図します。スケッチの座標は横 X 座標、縦 Y 座標の平面で歪んでません。一方曲面スケッチは湾曲していて座標は横 U 座標、縦 V 座標の歪んだ面となります。この歪んだスケッチ面に巻き尺で曲面に沿って 2mm を無理やり描こうとします。当然複雑な曲面で複雑なスケッチほど計算がややこしくなります。この複雑さを制御しきれずにスケッチが破綻したりします。では円柱への貼り付けの違いはどうなのかと疑問に思うと思います。結論から言いますとお互いほぼ同じ正しい結果となります。曲面のスケッチは円柱にそのまま貼り付ければいいですよね。平面スケッチはどうなのかと言いますと XY 座標から UV 座標へ変換します。U 軸は円柱の周方向、V 軸は円柱の高さ方向となります。つまりスケッチ平面の XY 軸を曲面の UV 軸へ再配置して貼り付けます。平面スケッチをそのままくるっと巻きつけるだけですので不具合が起きにくくなるという仕組みとなります。曲面スケッチと平面スケッチのざっくり比較解説は以上です。この違いが不安定さの原因につながります。では次にその理由を掘り下げてみましょう。さてフリーCADを使っているとモデルが突然壊れたりフリーズしたりしますよね。その原因は大きく分けて2つあります。一つは高速の崩壊、もう一つは参照の崩壊です。原因1、高速の崩壊、幾何学的問題。平面スケッチを曲面に適用する際、CAD は寸法を保とうとしながら曲面に沿わせます。そのため計算が複雑になり、歪みが生じます。これが非等長写像、つまり寸法が一定でないマッピングを引き起こし、歪みが生まれます。例えば円柱や円錐のように曲がり方がシンプルなものは比較的安定します。ですが球体のような全方位で曲がり方が変わるものは座標がぐちゃぐちゃになって壊れやすいです。
さらに曲面スケッチは高速の仕組みソルバーと完全に連携できていません。例えばスケッチオンサーフェスの場合、この歪みの中で水平垂直といった平面上の高速を維持しようとすると計算が複雑になりすぎてパンクします。そのため寸法や位置の高速を追加しても曲面で矛盾が起きやすくなってしまいます。曲率が大きい部分では高速が崩壊しやすくスケッチが不安定になります。原因に参照の崩壊、トポロジカル、ネーミング問題。フリーキャドは曲面上のエッジや面の位置をその曲面の ID、トポロジー名で記憶しています。例えば面や辺をフェース3、エッジ5といった番号で覚えています。そこで円柱側面にスケイを貼り付けたとして円柱の直径をわずかに変更した瞬間、CAD ソフトは円柱の側面を構成する内部のエッジや面の ID を振り直します。これにより貼り付けたスケイの ID もおかしくなります。結果、参照していた ID が何かわからなくなったり、最悪消えて壊れてしまいます。トポロジカル、ネーミング問題、略してトポネ問題とか言います。この2つの問題があるため、曲面スケッチや投影機能は非常に壊れやすく、扱いにくいのが現状です。では、こうした不安定さにどう対処すればいいでしょうか？まず、高速の崩壊については、なるべく曲率の小さい部分にスケッチを貼ることです。特に球体のように全方向に曲がる面は避け、円柱や円錐といったシンプルな形を選ぶと安定します。寸法高速を最低限に抑えるのも効果的です。次に参照の崩壊、いわゆるトポロジカル、ネーミング問題です。これは対処しにくいです。サブシェイプバインダーで参照先を変えるなどトリッキーな方法はあるようですが、あまり現実的とは言えません。結論としては曲面に貼り付けるのではなく平面を基本とした設計にするというのが現実的な方法かと思います。まとめると、曲面へのスケッチは便利ですが、そのまま多用すると壊れやすいので工夫と妥協が必要です。ということで、以上が動作が不安定になる主な原因の概要です。さて、今回フリーキャドで曲面に形状を貼り付ける話をしましたが、いろいろ経緯があって現在に至ります。簡単にその発展の経緯をお話しします。初期、プロジェクションオンサーフェス、トポロジーの壁。初期の単純な曲面投影機能であるプロジェクションオンサーフェスは平らなスケッチを特定の方向から曲面に押し付けるという極めて単純な投影ロジックでした。しかしこれがトポロジカル、ネーミング問題、トポネ問題の壁にぶつかります。ベースとなる円柱の直径を少し変えるだけで曲面のトポロジー ID が変わり、参照先を見失って形状が壊れていました。この機能はトポロジーの変動に非常に弱いものでした。中期、スケッチオンサーフェス、高速の崩壊。トポロジーの問題を解決するため開発側は発想を転換しました。スケッチを平面ではなく曲面を基準としたスケッチにしてしまおうという考え方です。ところが今度は高速の崩壊という別の深刻な問題が発生しました。曲面上の幾何学的な歪み、非等長写像により、特に曲率が強い部分では高速の定義が難しすぎて高速が破綻したりフリーズを起こしました。トポロジー問題もまだ解決されていないのに、高速の不安定性という新たな問題も抱えることになりました。現在、マップオンフェイス、両問題の解決を目指す。現在開発中のマップオンフェイス機能は、トポロジカル、ネーミング問題と高速の不安定性の両方を解決するよう設計されています。平面スケッチの安定した高速ロジックを活かしつつ、より堅牢なトポロジー管理方法で曲面に安定してマッピングすることを目指しています。しかし、マップオンフェイスは現状、まだ完成途上にあり、曲面に形状を貼り付ける機能は今もなお発展途上の状況です。ということで、マップオンフェイスの今後に期待しましょう。スケッチ安定性、変遷のお話は以上とします。今回は曲面絵付け貼り付けの後編ということで、実際のツールの使い方ではなく、なぜ動作が不安定なのかという話をしてみました。どの機能も不安定さがあります。曲面絵付けを貼り付けるにはまだ技術的な問題が残っています。今後カーブスワークベンチで安定したバージョンが出るかもしれませんが、現時点では不安定さを理解した上で使い方を工夫してみてください。さて、台本を書く前からナレーションと文章だけの動画になることは想定していました。映像での解説がほぼなくて分かりづらかったと思います。
ただ曲面貼り付けの不安定さについて押さえておくべきポイントは一通り整理したつもりです。当動画でなぜ動かないのかを考えるヒントになれば幸いです。それでは今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。